こんにちは、ペッパンデです。崩壊スターレールの物語は知れば知るほど面白くなるので、今回は崩壊スターレールの考察動画、三月7日編をお届けしていきたいと思います。まずは注意事項。この動画は2023年6月6日までの情報をもとに作っております。そしてソースがある情報と個人的な見解が含まれますのでご注意ください。そして可能の限りソースを見せながら説明していきますが、もし間違っていたらごめんなさい。以上の項目を理解した上で今回の概要を見ていきましょう。三月7日、考察の起点、記憶の種、虚数の木と孫悟、終焉の眉、終焉の律者、宝石の色、三月7日の故郷となります。では張り切って見ていきましょう。まずは軽く三月7日の基礎知識についておさらいしていきましょう。彼女は本作崩壊スターレールの主人公またはヒロインです。彼女は漂流する鉱氷の中で眠っていたところ、姫子たちに助けられ、その氷から目覚めた少女です。その時彼女は自分に関する全ての記憶を失っておりました。なので彼女は目覚めたその日を自分の名前にしたのです。彼女は崩壊スターレールのアプリアイコンにもなっていることから、とても重要なキャラクターであることは一目瞭然ですが、あまりにも彼女についての謎が多すぎる状態から物語は始まります。であるなら我々読者は彼女についてもっと知りたくなるというのも必然だと思います。ではまず自分がなぜ三月7日を考察するに至ったかの起点を見ていきましょう。まずはストーリーテクストでの以下の一文が自分の注意を引きました。7日の能力は6層標だが、三月7日のそれは氷ではなくある種の凝固した結晶だと主張している。7日のスキルが氷ではないというのなら、その結晶は一体何なのだろうか。この疑問から今回の創作の旅が始まりました。まずは彼女の6層標の特徴について見てみましょう。7日が必殺技を使う時に見られるポーズですね。ここで6層標のカラーリングは青、白、ピンクみたいな感じで変わっていくのが分かります。そして7日自身の紹介動画でも見られる彼女が閉じ込められていた時の氷の形状、そして色も見ることができます。これらを改めて見た時、ふとどこかで見たかもしれない、そう思った方も多いはずです。そうです、ヘルタステーションの模擬宇宙で交換できる星5の光塩水、記憶の素材にて使われているイラストと似ているんです。では次に光塩水の文章も見てみましょう。ここでまず注目したいのはピンク、青、白というカラーリングです。わざわざ光塩水で色を指定したというのはきっと理由があるはず。そしてこの色は先ほど見てもらった6層標の特徴にとても似ています。では6層標の使い手のなのかちゃんのイメージカラーはどうでしょうか。そう、この動画を見てもらえば分かりますが、なのかちゃんのイメージカラーもピンク、青、白が主に使われています。そして彼女の瞳にも同じカラーリングが使われていることも確認できました。これによりこの光塩水は三月7日に深く関わりがあると仮定して考察を続けていきます。考察の起点を理解してもらったところで、次は光塩水のテキストでの記憶の種について見ていきましょう。そこではソは過去の隙間をまくり記憶の種を選ぶ。そして新しい命が芽吹いたらその種は死んでいなければならないと書いてありました。最初は何のことやらとスルーしていたのですが、これらを三月7日に関係があると仮定した上で考えるとかなり理解しやすい文章になりました。まずは記憶の種を選ぶ。ここでは記憶イコール種ということになります。そしてそれを理解した上で次の文章の新しい命が芽吹いたらその種は死んでいなければならない、これを解読すると新しい命が誕生したらその記憶は失っていなければならないということになります。さあここでもう一度三月7日の紹介文を見てみると、彼女は誕生しそして記憶を失っているのです。そう、面白い具合に一致してしまったんです。次は虚数の木と孫悟の関係性も見てみましょう。まずは光塩水、記憶の素材では絶対見逃せない結晶の中で光っている木がありますよね。これは崩壊シリーズでおなじみというか法要バースでのおなじみの虚数の木、または世界樹と呼ばれている木だと思われます。そしてこの光塩水の全体的なイメージ、
どこかで見たことがありますよね。そうです。ヤリーロの終盤のカカリア戦で見たあのフィールドに似てませんか？そして崩壊スターレールの公式動画のオープニングでもこれに似た場所が見られます。これらを比べてみるともう似てるってレベルじゃなくてもうほぼ同じ場所ですよね。月のかけ方まで一緒ですし。そして面白いことにこの PV では数々のアイオンを紹介していくのですが、なぜか最初はこの場所から開始しています。それはまるで全ての起点がこの場所から始まったそのような描写に見えます。さあ情報が散らばってきたので一旦整理してみましょう。その1、公式 PV では渦のような場所は全ての始まりのような描写をしていた。その2、カカリア戦で見た渦のような場所はアイオン、孫悟に関わりがある場所だった。その3、コエン水では渦のような中心には虚数の木が存在していた。つまり以上をまとめるとアイオン孫悟は虚数の木に関わりがあるアイオンになるということになります。そしてこれを裏付けるようにアイオン孫悟のテキストから孫悟クリフォトは宇宙の中で最も古いアイオンとして知られていると書かれております。ここまで虚数の木に一番関わりがありそうなナノカちゃんの運命もまた孫悟なのです。果たしてこれは偶然なのか、それとも計算されているのか、どちらにしてもどんどんワクワクしてしまい噛んだ。そして自分の検索はここでは終わりませんでした。さらに検索範囲を拡大して今度は崩壊サードで手がかりを見つけることになります。それは崩壊サード第1部の終盤で見かける終焉の眉の場所でした。渦こそは存在していませんが足元と頭上の宇宙、そして中心を軸に回る石、全体的なイメージはとても似ています。ここからは終焉の眉、そして終焉の律者について考察を広げていきたいと思います。終焉の眉の話をするとなると崩壊サードの物語をがっつり話すことになってしまうので今回はざっくりと解説いたしますと、終焉の眉は虚数エネルギーが注入され続ける場所という理解で OK です。そして虚数の木もまた虚数エネルギーが注入され続ける場所ということになります。虚数の木については自分の考察動画姫子編にて詳しい解説をしておりますので、気になる方は画面に表示されている動画からお願いいたします。虚数の木イコール終焉の眉というわけではありませんが、この2つはとても近い性質を持っているわけです。ですのでこの場合この2つの場所には関わりがあるという仮説で考察を続けていきます。では次は終焉の力とは何か見ていきましょう。まず前提として知ってほしいのは崩壊サードの物語の終盤、崩壊サードの主人公のキアーナは終焉の眉から終焉の力を手に入れ終焉の律者になります。そしてここで重要になってくるのは終焉の力とは時間を操ることができます。さあここから気になる情報がガンガン出てきます。まず崩壊サード公式のショートムービー卒業旅行にてキアナが終焉の力を代表する列車に乗った時、ここで一瞬だけ各駅の表が見えるシーンがありました。これを詳しく見てみると各駅はキアナが体験した重要な出来事と場所であり、時間軸としては左が一番最初、右が一番最新という形になります。そして上のピンクのラインはライン K23 と書かれており、これはキアナが体験した順番になっております。そして下の青いラインはライン HK3 と書かれており、これは崩壊サードの物語がどこで行われていたかを示しています。そして大事なことですが、列車は右から来ており左に発進しています。つまりこれから読み取れる情報はキアナは終焉の力、それは列車でありを使って時間を遡っているということになります。そしてここからはショートムービーの最後の部分を一回見てみましょう。ここではかなり重要な情報が詰まっていたのでまず止めずに見てもらってからさらに解説していきたいと思います。Never can we suspend the time Having to leave the tracks behind There is a longer way ahead After all
to try to sing around. You're the beauty of this world.Always shine. さあここからはシーンをピックアップして解説していきます。まずはキアナと列車が一緒に終焉の眉に近づくシーンでは、キアナの姿が終盤の姿から徐々に崩壊サードリリース初期の頃の姿に戻っていきます。これは明確に終焉の力で時間を遡っていることを強調するシーンになっています。そして次のシーンでは、終焉の力はただ時間を遡るだけではなく、キアナは過去の自分にも出会っています。2人のキアナは同じ場所に存在できている。この描写は終焉の力は平行世界にも関与ができると読み取ることができます。そして最後に小さいキアナは地球を見上げ、大きいキアナは月を見上げるこのシーンですが、まず最初に結論から言うと、このシーンでキアナは時間をループしている描写になっていて、そして終焉の力は時間に縛られないということを表していました。ここからは以上の結論を詳しく解説していきます。まず小さいキアナは地球を見上げるのは、彼女はキアナがこれまで体験したこと、これから体験しに行くことを表しています。つまり小さいキアナは正常な時間軸を進んでいます。それに対して大きいキアナは小さいキアナとは逆の方向に向かって進んでいきます。つまり大きいキアナはまだ時間を遡っていることを表しています。しかしここでまた疑問が出るはずです。なぜ一番最初まで時を遡った大きいキアナが物語の終盤の拠点である月を見上げていたのでしょうか。これの答えも実はキアナが列車に乗った駅のホームにすでに存在していました。まず見ていくのはピンクのラインのキアナが一番左の過去に遡っていくと、最後は読めない文字の駅にたどり着きます。そして青のラインは一番右に読めない文字の駅が存在しており、そこから列車はスタートしています。さらに青いラインではその次の駅が月になっています。つまりこれを見る限り、読めない文字の駅が小さなキアナと大きいキアナが交差する場所であり、そして大きいキアナが月を見上げられたのは駅がループしていたからです。さらに駅がループしているということは時間もループしているということになります。なので結論として終焉の力を操るキアナは時間に縛られない存在を意味しているわけです。さあここまでの説明でかなり遠回りしてしまいましたが、これでようやく崩壊スターレイルでのある情報につなげることができました。それは孫悟の光円錐琥珀です。そこには以下のようなテキストがありました。時間に縛られないものだけが時間を超えて存在し続けられる。次は琥珀の中心には月が見えますね。そして突然ですが、この月の形何という名前で表現したらいいと思いますか？これについても調べてみました。この情報を見るからには三日月は細すぎるので、これは7日月の方が近いのでしょうか。おやおや、これはちょうど旧暦でいうところの7日目の月になっていますね。とりあえず一旦この琥珀の中の月はナノカちゃんを表していると仮定していきましょう。ですがナノカちゃんは最初の仮説では虚数の木に関係する結晶から生まれたことになっていますよね。そういえば最初の仮説では孫悟は何と関係ありましたっけ？そうです、孫悟は虚数の木と関係あるんです。となるとこの孫悟の光円錐もナノカちゃんについて表現しているということになります。では以上の仮説を理解してから改めて光円錐のテキストを見てみると、時間に縛られないものだけが時間を超えて存在し続けられるは以下のように解読できます。美月なのかは時間に縛られない存在であると。これを理解した上でまた記憶の素材の光円錐のテキストを見てみると、ソは過去の隙間をまくり記憶の種を選ぶ。そしてピンク、青、白の宝石を持ってこられ、その両方の中で軽やかに瞬く。ここで重要なのはその部分になります。ソはイコール時間に縛られない存在だと理解すると以下のように解読することができます。
時間に縛られない存在は過去の記憶を選んでいる。そしてピンク、青、白の宝石を持ってこられ、時間に縛られない存在の器、この場合だと美月7日の中で覚醒するということになります。これによりある結論にたどり着くことになります。そう、美月7日の元の記憶はキアナ・カスラナの過去の記憶であるということになります。さあ、ここまで解読できたら、この宝石の色にもきっと意味がある、そう思い、さらに検索範囲を広げていくことになりました。現在の仮説では、記憶は崩壊サードのキアナに関係しているのであれば、宝石はまた違う捉え方ができるようになります。そうです、宝石イコール律者のコアではないでしょうか。では次は現在分かっている律者コアの色を見てみましょう。こうやって見てみると、青、白、そしてピンクっぽい色があることが分かります。白のコアは第1の律者のコアで、崩壊サードではブローニャのコアになります。青のコアは第2の律者のコアで、崩壊サードでは主人公のキアナのコアになります。そして紫、ピンクっぽいコアは第3の律者のコアで、崩壊サードではメイのコアになります。補足として、キアナ、メイ、ブローニャは崩壊サードではメインキャラクターの3人という認識で OK です。この第3のコアだけ紫に近く、ピンクというにはちょっと厳しいかなと思ったんですが、案外なのかちゃんの瞳の隣で比べてみると近しい色だということが分かりました。そして同じように他のコアを並べてみると、全体的になのかちゃんのイメージカラーはこの3つのコアの色から形成されていることが分かります。そして6層表に比べてみても、この3つのコアのイメージカラーが入っていましたね。さあ、ここまでの情報をまとめると以下のようになります。美月7日はキアナ、メイ、ブローニャの律者コアを継承している。そして崩壊サーレイルは崩壊サードのメインキャラクターの3人の意思を受け継いだ作品ってことになります。いや、もしこれが本当だとしたら、もうとにかくエモいです。そして最後に美月7日の故郷はどこなのか。ここまでの仮説をまとめると以下のようになります。その1、美月7日の元の記憶は過去のキアナ・カスラナの記憶である。その2、美月7日の故郷は虚数の木、または記憶の中の過去の地球であるということになります。さあ、長くなりましたが、最後はこの2枚でこの仮説を締めたいと思います。ナノちゃんマジキアナ、もうとにかくエモいという感じで、今回の考察は以上となります。ここまで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。これからも崩壊スターレイで何かシェアできるものを発見でき次第、動画を作っていきますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様、また次回の動画でお会いいたしましょう。以上、ペッパンだからでした。ではではです。